ヤサスアテナイの皆さん、今回もウィズコロナ編ということで、コロナ禍における言語教育のお話をしていこうと思います。で、今日のテーマはですね、私たちはふるいにかけられたです。つまり、残るものといなくなってしまうものにこう分けられていくという、そういうお話です。で、この10年ぐらい遡っても、まず2008年ですか、リーマンショックがあって、経済危機で、業界が打撃を受けました。で、2011年には東日本大震災ですね、そういう災害で、留学生が、来なくなったり、帰ってしまったりとかいうことがありました。で、去年から今年にかけて、2019年から20年にかけて、COVID-19 ですね。新型インフルエンザ、疫病が流行っているわけです。で、疫病はもうずっとこう歴史の中で、ペストだったりとかスペイン風邪だったりとか、定期的に来てますので、これからも同じようなことが起こるであろうと思われます。で、そんな中で、私たち今生き残るか残らないかの分岐点にいるわけなんですが、こういう言い方をするとなんかこう見放しているような冷たい印象を持たれるかもしれませんが、前提として、まずお互い助け合うことですよね。菅首相の言葉で言うと、共助というんですか。で、それでも無理なら、国に助けてもらう、補助金もらったりとか、支援をもらうっていう、いわゆる公助ですかね。そういうのは前提になるんですが、そんな中で私たち、生き残るためにスキルを身につけていかないといけません。3つ今日はお話ししようと思うんですが、1つ目は、オンラインスキルです。これ1つ前の動画でもお話ししました。通信技術を使って、授業やセミナーをする力、打ち合わせをする力などですよね。これはもう必須のものになっています。で、2点目はと言いますと、言語教育をアップデートする力ですね。で、これ以前に私、あのー古典的な語学教師、語彙とか文法だけを教える教師は、もう2025年ぐらいに翻訳機能が、自動翻訳が完成して、2030年ぐらいにはもう不要になるというお話をしました。はい。で、それはそうなんですけども、そのペースがね、多分、速くなっています。つまり、社会が通信技術を必要とするので、進歩が加速されたりですとか、あと研究者が時間ができたために研究に集中できる環境が整ったんですね。つまり邪魔な学生が大学に来ないとか、無駄な会議がなくなったっていうことで、研究者が研究に専念できるようになりました。例えば万有引力の法則を発見したニュートンですか、17世紀の人ですけども、彼の研究業績って1、2年の間に集中してるんですね。で、その間何かっていうと、ペストで大学が閉まってた時です。もうそこで研究に没頭できたわけなんですね。今その同じ状況が起こって、すごい勢いで技術が進歩しているというところです。はい、で、3点目なんですけども、これ仕事を作る力です。で、取る力でもいいと思うんですけども、どこか仕事を作った人が公募して、そこの仕事を受けるとか取るっていうことなんですが、ただ、オンラインが進みきった先って、その分野で一番うまい先生が一斉に全国に授業をすると。で、他の教師は学習者と一緒にそれを見て、フォローするとか、モチベーションの維持とか、そっちが中心になると思うんですね。で、一人は言い過ぎかもしれません。その一人が病気になったらいけませんし、競争がなくなってしまいますので、5人ですね。例えば、初級の文系導入が、上手い人が5人いればいいわけです。残りの先生はいらないわけですよね。はい。で、そんな中で、なかなかその5人になるのは難しいと。じゃあ自分で仕事を作るというところで、フォロワーがたくさんいる場合は、そこに営業をかければいいですし、そうでない場合は、集客力を持つ組織とか、そういう名簿を持っている学校さんなんかと組んで、仕事をするということになるでしょうか。はい。そういう形で、隙間を見つけて仕事を作るとか、何か他の分野と組み合わせて、仕事を作るみたいな力が今後必要になっていきますので、向こう10年ではなくて、7、8年とか、早ければ5年以内ぐらいに、それをちょっと考えて準備しておかれた方がいいと思います。では、今日はこのぐらいでまとめようと思います。次回もお楽しみになさってください。アディオ。